雑談です。どら焼きです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、朝やん水道橋博士が阿佐ヶ谷ロフトでやっておりますトークイベントですね、阿佐ヶ谷ヤング用品店の数えることも25回目ですかの、その男凶暴につき、ガダルカナルタカさんが来て、いろいろお話をしておりましたが、まあ昔に出た湯ヶ島キットというタカさんと今元オフィスキットの現タップの社長つまみ枝豆さんとが静岡の湯ヶ島というところで出会い、その辺の頃のなんていうんですかね、生い立ちを振り返ってこんなにすごい人生だったんだっていう話をされてたんですけど、その湯ヶ島キットっていうね、もう今では、絶版になってしまったんですが、それが非常に面白い内容の、半世紀が綴られていて、これをどうしても博士は映画化したいと。でこれを映画化にするにあたってこの監督がいいだろうというので、静岡出身の小林監督というね、全員切腹とか取られている監督もお呼びして、その半生のね、波乱万丈な人生を語って、映画化どうですか、ネットフリックスで映画化どうですかみたいな話がされておりましたが、本当に僕もね、前のあれは何年前ですか、ザ・フランスだって東洋館でやったイベントの時もその話をその時に初めて聞いて、すごい、食べ芸人役者の息子として生まれて、全国を子供の頃ね、あっちこっちでいろんなそういう旅芸人の芝居小屋で、演劇というかそういうことを寸劇とかいろいろやってて、湯ヶ島に流れ着いてですよね。で、湯ヶ島でいろいろやって枝豆さんと出会い、それが後々たけし軍団に入るというね、いろんな伏線がね、人生の中で本当に伏線が、実はあの時のストリップ小屋の面倒を見てくれてた人が実は浅草のストリップ小屋でもいろいろやってたり、座頭市の、ね、版権を持ってる人で、それが後々たけしさんとつながってみたいな、本当になんていうんですかね、なるべくしてなったというか、運命といえば運命なんですけども、引き寄せられるようにそこに集まってきたみたいな話、本当に面白くて、でもね、昨日は3時間近くやったんですけど、それでも語り尽くせないほど面白い内容ですんで、これはぜひね、配信でまだまだ見れますんで、ぜひご覧になっていただきたいのと、博士の方の YouTube のチャンネルと、ニコ動の方でね、その後日談がまた毎回やってるんで、それもね、ぜひ合わせて見ていただければなと思う。本当に面白いというか、タカさん自身はね、水道橋博士さんに絡むと炎上させられると、水を水道橋なんで水という文字が入っているにもかかわらずね、あっちこっちで火をつけられているというかなんで絡みたくないんだよとか言いながらも、いろいろなお話をしていただいて本当に面白かったんで、ぜひね、まだまだ配信ご覧になれますんでご覧になってください。あとね、僕がそのフランス団の時に作ったオープニングがね、マットな映像なんですが、それが本当にかっこよくてね、こっそりアップしてるんで、なんとか探してみてくださいとね、そんなことをやっておりました。昨日のオープニングのね、タップの若手の海馬くんと佐野くんのあれもね、なかなかいい感じで、ゆるい感じで
ね、ロケしてやっておりますんで、ぜひご覧になってください。そんなことをしておりました。で、見ましたですわ。じゃない方の彼女の第6話目。俺もね、いよいよというか、まだまだ、決定打がね、決定だと言っていいものなのかどうなのか。玲子、山下美月さん演じる玲子が、歩道橋でね、こう、待ってって追っている、帰ろうとしているね、振り切ろうとしている、小谷正也さん、ね、浜田岳さんを追っかけて、転んでしまうところをこう助けて、ね、助けた弾みでこう腕を怪我をしてしまって、その手当てを家でしているとこから始まるんですけども、まあその手当てしてじゃあ帰ろうかなと思ったら、もう終電がもうあと2分で、どう今からだと間に合わないな、じゃあ泊まっていけばって泊まるんですが、まあやむなく泊まるというかね、まあ運よくというかね、たまたま奥さんね、小西真奈美さん演じる奥さんと娘さんが実家に帰ってるね、たまたまそういったタイミングでじゃあ泊まっていくっつって泊まるんですけどもね、あわやキスするかせえへんかみたいなところでもうぐっとこらえて、まあ何事もなくね、一つまあね、何事もなく、急いで帰って次翌日帰ってなんていうんですかね、こう悪い後ろめたさからね、家をめっちゃ綺麗に掃除して、まあ掃除してる間に怪我をしたという理由にするんですけども、一人でよくこんな綺麗に包帯が負けた、ちょっとね、やっぱりこう普段とは違う行動をとると、そういうところってやっぱ気づかれますよ。僕もね、山ほど経験があるわけでは一つも経験がないのにね、そういったこういったドラマとか映画とかでね見たらね、普段と違うことしてるからバレるんだよっていうのをね、まだ完全にはバレてないんですけども、うすうす気づいてるのかな、これね。気づいているのか、気づいていて気づかぬふりをしているのかっていうのが、これはちょっとわかんないんですけどもね、どっちなんだろう。これ見る感じ気づいてないのかな、鈍感なのかな。でもそういうところをね、ちょくちょくこう指摘してくるんですよね。なのでこう気づいてても気づいていないふりをしているのかなね。知らぬが仏という言葉がありますから、全てがね、全部が全部分かっちゃうとこうがっかりしちゃうことって、ね、現実世界でも多々あるとは思うんですけど、だから知らないふりをしているのかもしれませんけども、そんなことがありので、エコバッグをね、前々回ぐらいですかね、もらってて、でそれのお礼をしなくちゃなみたいなところで、また坂道でばったりと出会って、じゃあこの間のエコバッグのお礼ですっつってどら焼きをね、主人が大好きなどら焼きなんですって渡すんですよ。で今度はね、盆栽教室でまた2人一緒になって、玲子と小谷さんがね、正也さん、浜田岳さんが出会ってというか会って、でちょっと助けてほしいと家に呼ぶわけですよ。じゃあでつってのこのこついていくと、そのどら焼きが出されて、あれこのどら焼きみたいな感じにもなるんですけど、それはそれでね、その何を助けるんだろうなっていうところに電話がかかってきて、玲子さんの方に。ただ大学の友達の綾菜さんか、東野綾香さんが演じる橋本綾菜さんから電話で、なんだろうって出たら、もう今何してるのって、もう家の前にいると。でずかずかと今から行くからっつって、もうすぐ家の前にいますからガチャンって入ってきちゃって、これ鉢合わせちゃう、先生と一緒にいるところバレちゃうってなって、これどうもその綾菜は
彼氏である後藤で、あと後川誠さんね、豊田裕太さんと演じる誠と付き合ってるんですけど、どうも誠が玲子に気があるんじゃないかね、ちょっと一回疑った時期があって、でああいう思わせるぶりなね女嫌いって言ってたじゃないって、いう会話もあるんですけど、でも玲子はそういうのじゃないと否定するんですよ。でそれがどうも気に入らなくて、もしかして玲子沼に落ちてるんじゃないのかと疑ってるのを確認しに来てるね。そんなこともつゆ知らず、浜田岳さん、小谷正也さんは一緒にねドラ焼きを送ってやばい隠れなくちゃっていうところで終わるんですが、来週これね鉢合わせてどうなるのかというところなんですけどもね。でこの間にですよ、お母さん浜田岳小谷正也さんのお母さん小谷博子さん、優さん演じる、博子さんがね脱行したからっつって小説を持ってくるんですよ。でその小説が、無限の潮祭という内容で、どういった内容かって言ったら、人妻とライフセーバーの不倫の話だと。でライフセーバーがその助けた人妻にね、助けた見返りに体の関係を求めると、そういった話で、でもそんなことあるわけないじゃないとレイさんはね、小西真奈美さんは否定するんですもん。いや俺は人妻の方も助けてもらったっていう負い目があるから、ちょっと負い目というかそれを理由にそういう関係になってもいいのかなっていう気持ちがある話なんですよというね、まさに今浜田岳さんが陥ってるというかの話で、そんな6話でしたけども、いやすごいというかね、面白い。どうなっていくのかな今後。浜田さんって小谷正也さんの気持ちはねちょっとずつ傾きつつあるとねというところなんで、これ最終的に断るとは思うんですけど、どう断るのか一回こうね断ってるんですけども、それでもちょっと弱い面を見ちゃってね、ほっとけないみたいな感じになっちゃったりして、そこでぐーっと気持ちがこう傾いてるわけじゃないですかね。どうなってしまうんでしょうか。だからこう2人の間というか玲子さんとの間、それからレイさん奥さんとの間にはね、これどっちだろうっていうところに今これね綾菜さんがやってきて、その事実を知った時にもうねそこをバッサリと切ってくれるのかどうかっていうところですよね。どうなるんだ。それを応援するという感じにはならないんでしょうから、もしくは応援してね玲子はそういう人っていう言い方はあれですけど、ちゃんと好きな人がいてるから、誠くん自分の彼氏にね諦めなさいというか事実を伝えてこっちに向かせる方向に行くのかな、どうなのかなっていうところでね、これいろいろ動き出しているというかね、なんで面白いドラマですね。何でした、じゃない方の彼女、これはテレ東なんであれですよ、パラビとTVer で見逃し配信ありますんで、ぜひご覧になってください。であとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。これボタンが狂ってる。